さあ、長野さん、次つくねですね。つくねですね。つくねはタレで、はい。いきます。まあ、うちのタレはちょっと普通の、ね、作り方と違いまして、すごいお酒と醤油と絶対で作る。ペドロヒメネスがベースの醤油とペドロヒメネスと、あと、まあ、カルバドスというかピノ・デ・シャランとポモロ・ノルマンディとっていうのはカルバドスにリンゴジュース足したやつですね。でポモロ・ノルマンディはブランデーにブドウを足したやつと、マルサラとかマデラとか、あと紹興酒とか、で赤ワインは、まあ、ブルナッシュとかメルローとかそういう、あったかいところと日本酒と醤油で最後甘さが足りなければバーで使ってるカリブっていうサトウキビの搾り汁のシロップがあるんですけど、100%それを足して作ってます。酒のうまさが凝縮してる。お酒として全部完成されたやつをどんどん合わせていくんで悪くなるはずがないというのが僕の理論。なんかそういうタレを作る人はいませんよね。いませんよね。普通は、みりんと醤油の終わりとかにザラに入れてるっていう感じなんですけど、それは最初はそういう作り方してなかったんですけど、リーガロイヤルの岡さんが、うちペドロヒメネス普通に食後酒で出してたんですけど、これタレで入れたらうまいやろなって言ったらじゃあやってみようってやったのが始まります。それってね、こううがいのタレも、まあタレって継ぎ足しとかっていう、まあ店によってはもう毎回作るところもあるし、うちは継ぎ足しますね。継ぎ足しの、継ぎ足します。うちは継ぎ足します。最初は全然閑古鳥に鳴いてる時代はそれでもこう味を作りたかったんで、それを鶏ガラを最後入れて炊いてやってたんですけど、お客さんがたくさん来てくれるようになるとそれが必要なくなってくるんですね。どんどんつける。出るからその分がね、エキスが入るということで。最初の1年は最後に鶏ガラを入れて炊いたりしてました。長野さんはサラリーマンからの転身組ですよね。そうですね。修行という修行は半年ずつアルバイト2件と酒屋さんがやってるお酒の詳しい立ち飲み屋というか、そういうところを半年計1年半ですね。でもお酒が好きだったんでバーばっかよく行ってましたね。それ以降やっぱりいろんなとこ食べたりとか飲みに行ってかなりヒントとか、まあ、さっきの岡さんの話じゃないですけども、こう人からの意見とか、結構受け入れるタイプですか？そうですね。あっと思うとまずやってみようかなっていうタイプですね。ただそのペトロヒメネスは人に値段するんで結構あれでしたけど、でも美味しかったんで、でなんていうんですかね、そういうので作ると甘さにしつこさがないというかキレが良くなるというか、なんで今そうしてます。だからよくさらっとしてて甘すぎなくていいねとは言っていただけるんで、でもなんか普通の焼き鳥のタレ見たくなるんですよね、結局。それだけ合わせても私酒で継ぎ足しの効果っていうのは単なる味を維持するんじゃなくて、どんどん凝縮されていくようにですね。シェリーとかペトロヒメネスは継ぎ足しの文化ですよね。泡盛もそうなんですよね、確か。そうですね。まあちょっと違いますけど、シェリーはそれらシステムってこうどんどんこう新しいのがこうどんどんこう下に降りていくっていう感じなんです。それで凝縮する、単なる味を維持するだけじゃなくて、旨味が凝縮していくというか、どんどん進化していくんだと思いますけど。つくねです。つくねでタレをつけてね、もうここの香りがまた全然変わってきますから。変わってくると思いますね。このちょっと香ばしいっていうか焦げたような香りと、
割とそれにこうギュッとこそうですね、うそれは占領されるというかありますよね。タレとこの炭とこの焦げるこのうん日本人はやられますよね、これには。やられますで、これには、いやもう山崎で、山崎はい、なるほど。私は塩と白州の相性っていうのははい絶対いいと思ってて、ですから天ぷらでもはい塩だったら白州で、あめんつゆだったら山崎っあ、すごい。ていうね、ちょっとそんなこだわりを持ってるんですけど、なんかすごくよくわかるそういう意味でちょっとこれ楽しみです。山崎。山崎ってそうこう力強いこういうのもあるけど、なんか日本っていう感じも日本のっていう感じがちょっとするんですよ。ちょっと贅沢ですけど、僕はいつも家で山崎の12年を飲んでるんで贅沢。贅沢ですね。では、ちょっときつねを。ものすごく合いますね。僕は3杯も言いましたけども、はい。これが一番ヒュッて一緒になりますね。ありますね。なんていうのかな。なんでかわかんないですけど、醤油系との相性がいいんですかね。と思うんですよね。私も味噌醤油と方がね、山崎相性いい。合ってますね。いや、驚くぐらいに何の違和感もなく溶け合って、そうですね。一体感がね。なんか美味しい。そっか、醤油味噌系。塩は白州、山崎の醤油味噌系っていうね感覚があります。そうですね。せっかくなんで12年あるの12年をちょっと上から。山崎ってそんなスモーキーを感じることはないですけど、最初の一口目でちょっとそれも感じたりとかいいですね。それにシェリーダルの原酒のやっぱりハイボールもあるから、やっぱりつくねのこのタレとも合うんでしょうね。合いますね。でも塩には白州で、味噌醤油には山崎という。なんかそれちょっとこうインプットしてキャッチフレーズのいけますよね、自分ね。長野さんの今日は散歩に対してのね、まあそれぞれの思いが、でそこでこう上から足す、またさっきみたいな足すといういろんな技を楽しめていただいて、だからまあ本当になんかちょっとしたこと、ちょっとしたことでもないかも、ちょっとしたことなんですけども、その違いがものすごくそこで大きく出てきて、なんかね、一本の串と一つのお酒っていうのの楽しみがなんかものすごく広がる可能性はいっぱいありますよね。ちょっとしたことを思ってこうやったことが、分かる人に分かっちゃったりするんですよ、ね。そういう時ってすごく嬉しいですね。まずはつくねとせせりと皮のとそれぞれの相性を楽しみにしていただいて、長村さんにももうちょっといろんな話をお伺いしたいと思いますので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。